世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、高と申します。さて、今週もね、わかりやすいところから共有していくんですが、以前の動画でお伝えしてたね、MP 切れの時に足元に発生するエフェクト。これ、地面がね、綺麗な平地のところであれば結構見やすいエフェクトなんですけれども、草がね、ボーボーに生えてるところとかだと、割と見づらいんじゃないかっていうような問題がありました。これ、動画のコメント欄でもね、指摘されている方がいて、割と共通の認識だなと思ったので、MP が切れた時のエフェクトを全身にオーラがかかるような表現に変更して、どんなシチュエーションでも見えやすいように調整を加えてみました。これと同様にですね、対になっているスタミナゲージ、スタミナ切れを起こした時も、こちらは白色のオーラでね、表現をするように変更が加えられています。やはり MP 切れ、スタミナ切れっていうのはね、相手が起こした時も、自分が陥った時も、非常に戦闘の重要な局面、タイミングになってくると思うので、ここはね、もう割り切って分かりやすさ重視ということで、かなり大胆な表現方法を加えています。以前の状態と比べるとね、その違いが分かりやすいんじゃないかと思います。もちろんこれゲージの方でもね、スタミナ切れ、MP 切れに関しては表示が行われてますので、エフェクトかゲージ、どちらをより注視しておくかはプレイヤーの皆さん次第といったところなんですが、ゲージ切れを起こす瞬間っていうのはね、それこそゲージをよく見てなくて、管理がしっかりできていなかった場合に陥ってしまうことが多いと思うので、今回加えたこの全身のオーラ状のエフェクト、非常に心強い助けになるんじゃないかなと思います。続いて敵キャラクターの行動に関してなんですが、敵たちもね、パリやジャストパリ、それからジャスト回避もできるようにね、追加実装を加えました。こちらもコメント欄でね、非常に要望が多かった。かつ、以前からね、実装予定としてリストアップしていた項目になります。これらの行動は主に強敵だったり、ボス敵なんかに使わせることによって、しっかりとした手応えのある戦闘をデザインできるように、必ず必要になってくるかなと思います。前回の動画からね、こういった戦闘システム関連を深くね、掘り下げていくというか、ちょっと複雑な話をね、連続しているので、ちょっとこのゲーム難しそうだな、できるかわかんねえや、みたいな不安に思っている方のコメントとかもね、ちらほら見かけるようになってきたんですけど、今作ではね、しっかりと入り口部分は広く作っておこうということで、初心者だったり、アクションゲームがあまり得意ではない方向けの要素っていうところも少しずつ拡充させていっております。例えば攻撃の時にね、左スティックで方向を選ぶ要素だったりとか、相手の攻撃をタイミングよくジャストパリ、ジャスト回避していくといった少し高度な要素がこのゲームの売りではあるんですけれども、実はこれらの要素、ゲーム開始時点では全て取っ払っておこうと思っています。最初は攻撃ボタンが2種類、四角と三角、それぞれ側撃と銃撃ですね。それから相手の攻撃に対しては L1 ボタンのガードか丸ボタンの回避。この4つのアクションだけで完結できるようにしておきます。非常にシンプルですね。コンボに関しては四角ボタンを単純に連打してもいいですし、例えば四角、四角、三角だったりとか、三角、四角、三角といった風にボタンの組み合わせを変えるだけで、さらにもう少し火力を上げることができます。一応一番高いのは三角指導のコンボですね。初手で銃撃を当てると火力がたくさん取れますよと。この状態からですね、スキルを獲得していくという形で方向入力を組み合わせた方向攻撃というものを1つ2つと順番に獲得していきながら、ジャストバリア、ジャスト回避なんかもね、防御系のスキルとして獲得することで余裕のある時だったり分かりやすい敵の攻撃に対してはちょっと狙ってみようかなといった感じで少しずつね、身につけていってもらえるような形を目指しています。さっき言ってたね、四角と三角だけで完結する、いわゆるニュートラルコンボ、これもね、今回新しく追加したんですけど、ぶっちゃけこれ結構強いです。もちろんね、火力っていうことで言うと方向入力を用いたね、左上連撃を使った方が最終的な火力は上になるんですが、でも安定してるっていうのは正義ですよね。焦ってるタイミングとかでもミスることなく出せると思います。ぶっちゃけ終盤まで使っていけると思います。というかそれくらいになるように調整していくつもりです。まとめると、このゲームの狙いとしては、YouTube をやってるっていう強みがあるので、そこでね、しっかりと宣伝をして、たくさんの人にまず手に取ってもらうと。そして戦闘の入り口部分はね、非常に広く作っておくことによって、最初に脱落してしまうっていう人を極力ゼロにすると。そこから徐々にね、レベルを上げていって、最終的にはね、戦闘システムの深いところまで手に取ってもらった方、なるべく全員を連れていくことができれば、おのずとね、満足度は上がってくるんじゃないかなと思います。もちろん戦闘以外の部分がね、ちょっと弱いゲームであるっていう弱点はあるんですけれども、今作ではマップ探索っていうのを戦闘の次の柱として打ち出して、で結構去年の後半とかはね、マップの制作に当てることが多かったんですけど、その回もあってね、現状なかなか大掛かりで、内容的にもね、満足できている
るものが今のところできてきてるんですが、ただやはりボリュームの問題ですよね。一応目標としているボリュームですら、普通のゲームと比べるとね、かなり小さなものではあるんですけど、もちろんまだ開発途中なので、そのラインにすら達していないと。現状チュートリアルエリアとファーストステージが途中までできてるっていうぐらいなので、このマップはね、もうひたすら手を動かして、想像力を働かして量を作っていくしかないと。ただ去年ね、やはりマップの制作にかなり当てたっていうこともあって、結構マップ作りがね、こう手慣れてきた感があるんですよね。割となのでこのマップという要素に関しては、自分の頑張りさえあれば、最低限のものは製品場にね、詰めることができるんじゃないかなと思います。そしてあとはお話の部分ですよね。ここがおそらく一番弱いところなんですけれども、これもね、実は、せっかくね、講談社と組んでやってるっていうところもあるので、これまだ言えないんですけど、ちょっと裏で動いてることもあったりするんですよね。ただこれ言えないことなんで、視聴者さんからすると何のこっちゃって感じだと思うんですけど、しかもね、これ、今作に生きてくることでもあるんですけど、どっちかっていうとね、これさらに次の次回作とかに生きてくるようなことなんですよね。なので、もしね、今作ってるこのゲームが、例えばめちゃくちゃ売れたとして、開発資金がしっかりまとまったものが手に入りましたよと。そうなったら開発人員しっかりと増やして、例えばカットシーンだったりとか、NPC がたくさんいる街とか村、敵拠点だったり、それから会話できる NPC の数がめちゃくちゃ増えるとか、そういうところまでね、ゲームの規模を持っていくことができれば、今ね、動いている、その裏で動いているものっていうのはめちゃくちゃ生きてくるんですよね。なんですけど、今作ってるものではね、カットシーンめちゃくちゃリッチなものを入れれるとか、そういうわけではないので、なかなか難しいところではあるんですが、そういった未来図を描きながらね、そこまでちゃんとたどり着けるように、今作でもしっかりそのお話の部分はね、できる範囲ではあるんですけど、入れれるものは入れて、一本のゲームとしてのクオリティっていうところをしっかりとね、引き上げていきたいなと考えております。というわけで、この辺で終わりたいと思います。また来週もよろしくお願いします。